皆さんこんばんは。ワイワイニュース山崎です。今日は2019年の8月の12日月曜日ですね。時間がまたしても遅れまして、日本時間の夜の9時56分ということで、ほとんど10時ですね。約1時間半ぐらい遅れました。申し訳ありません。今日のメインテーマですけど、このコメント欄にアップしましたように、過失訂正版の詩ですね。安倍晋三は政治家の仮面をかぶった憲法破壊と国家権力犯罪と国民生活破壊を繰り返す希代の権力犯罪者であるというのが今日のメインテーマです。これは、今年の7月の10日にですね、詩を書いたんですけど、その詩を過失訂正したということなんです。ということで、今日のワイワイニュースライブは通算で2833回目ということで、またしてもですね、Facebook から7回目の30日間、利用サービス利用禁止通知が来たんですね。ということで、再び一元放送に戻りました。ということで今日の放送を始めたいということです。最初はですね、今日の最新のお知らせで、先週の金曜日のメインテーマ、日本国民をマスコミが煽る小泉進次郎と滝川クリステルの結婚話と小泉進次郎首相待望論に騙されてはいけないんだというメインテーマで、これがその表紙ですね。YouTube 向けの表紙ですね。日本国民を騙されてはいけないということです。それで、この放送録画の現時点での視聴者数ですけど、ツイキャスが491名様、YouTube がすごいですね、5023名ということで、全部で5514名というふうになっています。で、2番目が先ほど言いましたように、私の Facebook の第6回目ですね、30日間サービス利用禁止の処分がですね、先週の木曜日、8月の8日早朝に解除されたということなんですね。しかし2日後の土曜日、8月10日の朝、7回目の禁止処分が新たに加わったということで、Facebook は今回も日本国憲法第21条第2項検閲の禁止規定に明白に違反している行為を繰り返していると。だから憲法違反を繰り返すというのは安倍晋三と全く同じですよね。で、今回の禁止の理由はですね、前回6回とは違って、今までは3年前とか4年前の古い投稿記事を持ち出して、その内容がコミュニティ規約に違反していると、ヘイトスピーチ規約に違反しているということだったんですけど、今回はですね、解除になって、禁止処分が解除になって、8日と9日にですね、2つのブログ記事を投稿したんですね。その最新のブログ記事の内容がコミュニティ規約に違反しているというふうになってですね、例のごとく、対象記事のどの部分がどのコミュニティ規約に違反しているかっていう明細は一切言わないで一方的に、違反しているというとんでもないことを繰り返しているということですね。で、今回の禁止処分の対象になった
投稿記事っていうのが2つあって、1つが8月の8日に投稿した、日本語ブログ記事ですね。日本と米国のと英国に存在しないが他の国には存在する重要なものとは何かという憲法裁判所のことを言ってますね。憲法裁判所の件に関してなんでコミュニティ規約に違反してるのかとふざけんなっていうんですね。そしてもう一つが翌日8月の9日に投稿した、日本国民はなぜ衆議院の解散権は首相の専権事項であるという歴代自民党内閣による憲法違反の大嘘を信じ、首相による衆議院解散総選挙を是認して総選挙で常に自民党を勝たせてきたのかと。これはもう内閣総理大臣には衆議院の解散権はないんだよという憲法第41条、それと憲法第7条の 2項3項の文言が巧妙にですね、天皇の国事行為の文言ではなくて、国政行為の文言にすり替えられているという重大な指摘をしたんですね。それがなんでコミュニティ規約に違反してるんだとわけが分かんないですよね。要するに、彼らにとってですね、いわゆる支配層にとって、私のこの2つのブログ記事で言ってることが広く国民に知れ渡っちゃまずいということで、サービス利用禁止処分に再びしたということが見え見えですよね。というのが今日の最新のお知らせですね。そして、今日の画像ですね。今日の画像は今のFacebook による7回目の利用禁止、その文言がこういう通知で来てるんですね。突然これが来て投稿できなくなっちゃうのね。投稿しようと思ったらこういう画面が来るということで、上が英文ですね。これは見えますかね。これはThis post goes against our community standards で、下に日本文、投稿したコンテンツについてコミュニティ規約に違反しているものがあるようですと。ふざけた文言なんですね。これでもう30日間、サービス利用禁止になっちゃうということなんですね。そして2つ目か。2つ目の画像。これは例の文藝春秋ですね。10日発売号ということで、これに進次郎と菅官房長官の対談が載っているということなんですね。で、2人が首相官邸に来て、結婚するという菅官房長官に報告して、ついでに首相にもあったというのが8月の7日なんですね。それで、10日にこの対談が記載されている文藝春秋が発売されたということで、もう完全にスケジュールが決まっているということですね。7日っていうのは水曜日ですから、水曜日に首相官邸でサプライズ会見をして、そしてもうすでにその時はこの記事っていうのは当然ながら終わってるわけですよね。それで、3日後の10日にこの号が全国で発売されるという完全にやらせですよね。騙されてはいけないよと、国民よ。この小泉純一郎という進次郎の父親に完全に、
国民の 90% は騙されたんですね。自民党をぶっ壊すという一斉の良い掛け声で、弱小派閥でしかなかった小泉純一郎が予想外の検討をして、内閣総理大臣になっちゃったと。そして郵政民営化という、郵政を民営化すれば日本はバラ色になるよというとんでもない嘘をですね、マスコミに大々的にキャンペーンをさせて、国民は熱狂して、2006年9月11日の、衆議院選挙郵政の民営化を問うという大義名分で、解散したんですよね。これ自体が全くの憲法違反なんですけど、それに、国民はまんまと騙されたと、こういうことですよね。ということです。それと3つ目が今日の推薦映画ということで、昨日渋谷の文化村のルシネマで見てきた、なかなか素晴らしいインド映画なんですね。インドとフランスの合作映画なんですけど、あなたの名前を呼ばれたならということで現代がサーなんですね。なぜかというと、彼女はインドの貧しい農村出身で、ムンバイという高度成長の大都会に出稼ぎに来て、でメイドになったんですよね。それで、建築会社の御曹司の長男が死んじゃったんでアメリカにいて、急遽呼び戻された次男のところのメイドに雇われたということで、だからサーなんですね。後で推薦映画のところで詳しくはお話ししますけど、そのポスターです。これはなかなかよくできた女流監督ですね。インドの女性監督ですね。ということです。ということで、今までのところをアップしますね。騙されてはいけないよと、もう完全に仕組まれてますんで、小泉進次郎の結婚話と、それから小泉進次郎首相待望論というのが仕組まれてるんですね。それに騙されてはいけないよということですよね。で、現時点での視聴者数が全部で5514名と。今まで YouTube で、最高の視聴者数が1万4000の竹中平蔵とは一体何者かという、これが一番多かったですね。1万4000まで行きましたね。今回も5000ですからね。5500だから、6000ぐらいいくんじゃないですかね。それから今日のあれですね、7回目の Facebook、 もうこれはなぜアカウント停止にならないのかね。ずっと30日間繰り返すんですかね。今回も Facebook は日本国憲法第21条第2項、名古屋の美術展の中止
まさに検閲と全く同じですよね。検閲ですよ。だから私企業が憲法を私企業だからといって守る必要ないっていうんじゃないんですよね。この日本国の国内で、生活あるいは営業活動する企業は全て日本国憲法の規定を尊重しなくちゃいけないというのが前提でしょ。私企業だから憲法関係ねえよと、法律関係ねえよというんでは日本で営業活動する資格ないですよね。だからもうフェイスブックっていうのは日本から出てってってくれと、出てけよと、営業禁止ですよ。もうこんなの日本国憲法第21条第2項検閲の禁止の規定に明白に違反すると、こういうことでしょ。だから憲法裁判所があれば明白な憲法違反だということで、処罰の対象なんですけど、日本には憲法裁判所がないと。で、アメリカ支配階級と自民党、傀儡政党自民党を守る番犬でしかない、最高裁判所しかないということなんで、無法状態が続いているということですよね。で、今回の禁止理由は前回と違って、解除後に投稿した以下の2つの最新ブログ記事がコミュニティコンテンツがコミュニティ規約に違反しているものがあるようですとのことという。じゃあ普通だったらここの文章のこの文言がこのコミュニティ規約に違反してますという説明があるはずなんですけど、一切ないんですよね。一方的に通知が来るんですよね。Facebook は投稿記事のどの部分がコミュニティ規約のどの部分に違反しているのか一切言わずに一方的に処分しているということですね。要するに Facebook っていうのはその国の憲法とか法律は一切関係ないよと。自分たちが勝手に作った規約、それが法律であり憲法なんだということで、その規約に、違反したというふうに勝手に自分たちで決めて処分を行うというとんでもない憲法無視の、無法企業そのものなんですね、これ。Facebook は。だから日本でやってることは他の国でも当然やってるんで、こんな企業は世界各国から追放するというのが正しいでしょうね。ということです。それで、そっか。今回の禁止処分対象になった2つの記事と URL をしますね。8月の8日投稿した記事のタイトル。憲法裁判所のことを言った記事なんですね。で、これがブログの URL です。で、9日に投稿した記事。タイトルちょっと長いんで途中で切りますね。是認して。是認して総選挙で常に自民党を勝たせてきたのはなぜなのかと。
ということですね。それの URL です。憲法裁判所のことを言うとコミュニティ規約に違反する。それから内閣総理大臣は衆議院の解散権はもともとないんですよと。憲法第41条のことから憲法第7条の2項3項のことを言うとコミュニティ規約に違反する。何なんだということですよね。砂月金さん、憲法裁判所は気に食わないならフェイスブックは韓国から撤退すべき。韓国どころか世界各国から撤退すべきですよ。憲法違反したんですから。ということですね。で、今日の画像ですね。これは Facebook の禁止処分の通告文。それから英文と日本文があるんですね。Facebook がなんか仮想通貨を発行するというふうに発表しましたけど、これ下手にあれですよ、Facebook の仮想通貨始めると、ある日突然、あなたの主張はコミュニティ規約に違反してるから仮想通貨の30日間サービス利用を禁止しますというのは突然来ますからね。だからやんない方がいいですよ、 Facebook 仮想通貨から3つ目が文春のこの見え見えのですね、仕組まれた世論誘導のための対談、進次郎と菅官房長官の、これはサプライズ記者会見の3日後に出るという。だから8月10日に文春の対談記事が出るということを起点にして、3日前にサプライズ会見をしたということで、ちょうどサプライズ会見の報道が全国に行き渡ると。3日間で行き渡って、行き渡った段階でこの対談が文春で発売されるという、全部、予定通りなんですね、これね。騙されてはいけないよということですよね。それからインドの映画サーという、だから彼女はサーという最後はあれですよ、恋愛関係になるんですけど、さあとしかずっと言えないんですけど、一旦別れるんですけどね。それで久しぶりに、彼から電話して、戸惑いながらも彼の名前を初めて呼ぶという、非常に、ストーリーとしては面白い、展開になっていますね。ということです。何でしたっけ。で、今日の映像ですね。これは YouTube 映像で映画新聞記者にも登場する内調とは何かと。どんな組織かということで、これハフィントンポストが対談を企画したんですね。官邸を知る記者や元官僚が対談ということで、記者っていうのが東京新聞の望月さんで、元官僚っていうのが元文科省の事務次官だった前川喜平さんと、その対談なんですね。なかなか面白そうですね、これ。今日の推薦映像ということで、ハフィントンポスト、ハフポスト、
03コンティニューコインですね。内調は250名ですからね。北村はじめですよ、トップが。公安ですよ。で、映画新聞記者にも登場する内調について、東京新聞の望月磯子さん記者や元文科省事務次官前川喜平氏らが対談すると、対談で語るということですね。そして今日の推薦映画、インド映画「あなたの名前を呼べたなら」というあれです。映画 .com。だからこの映画でこの女流監督が訴えたかったことは、インドが急速に近代化しているという中でも依然としてですね、カースト制が残ってるんですね。ですからいくら農村から出てですね、自分はファッションデザイナーになりたいという密かな希望があるんですけど、なかなか貧困から抜け出さないということで、ただメイドとして、雇われた家の主人の、アメリカで長く生活してた青年が女性の立場を非常によく理解してるんで、便宜を図ってくるんですね。だからメイドの仕事をしながら昼間2時間ぐらいは洋裁学校に通うということで、彼女も徐々に自分の希望に沿うような形で、生活してるんですけど、その青年がですね、婚約寸前に相手が浮気して破談になって、結局結婚できないということになって、失意の中で生活している中で、そのメイドの彼女の優しさとか繊細さに惚れるんですね。そして、打ち明けるんですけど、彼女は到底身分の差があるんで、こんなことは許されないと、誰も相手にしてくんないと、あるいは自分の親等々がもしもこのことを知ったなら、私は髪の毛をつかまれて村に戻されて、大変な目に遭うということで、彼女は自ら去るんですよね。それで新しいムンバイで妹のアパートに居候しながらファッションデザイナーの口を探し当てるんですね。そして最後に久しぶりに彼から電話があって、驚いた彼女が最後に言ったのは旦那様じゃなくて相手の名前だったんですね。だからおそらくそれでもうこの映画は終わるんですけど、余韻として今後どうなるのかというこの2人がどうなるのかということなんですけど、おそらくこの2人は新天地のアメリカ、彼がずっとアメリカにいたんで、血のりがあるわけですよね。アメリカに行ってそのような身分制度がないところで新天地でやり直そうということのストーリーがあるので私は思ったんですけどね。ただそれも今のトランプのアメリカでは到底許されないですよね。移民排斥ですからね、あいつはね。だからかつて、この女流監督がアメリカで、大学生活を送ってたかつての良き時代のアメリカが期待として残ってたんですけど、
今のトランプのこの人種排斥、人種差別者、女性蔑視者のトランプが大統領であるアメリカに、そのような新天地は望めないというのことでしょうね。砂月さん、動画望月伊佐子記者や、これですね、はい、ハフィントンポストです。ということで、ここまでで、皆さんからのコメントですね。砂月さん、一方的逮捕の前に具体的に訂正要請があって一方的排除、私のあれですね、何もないですよ。突然ですよ。30日間の禁止。砂月さん、自民党クーデター、小泉対走る民主党クーデター、これが関東野田 VS 小沢国民新党クーデター、亀井排除旧社会党クーデター、大量脱退で民主党へと、民進党クーデター、小池前原の乱ということで、そうなんですね。必ずクーデターが仕組まれてるんですね、これね。偶然クーデターが起こるんじゃないんですよね。背後でジャパンハンドラーズが必ず仕組んでいるということなんですね。初耳さん、ワイワイニュースライブ、今日のメインテーマをリツイートしてくれましたね。初耳さん、いつもたくさんのコンティニューコイン、いただいてるんですね。1、2、3、4、5、6枚ですね。配信ありがとうございます。砂頭巾さんが初めて視聴の方へと、ご覧の方へと、山崎氏のキャスは一言一言一行コメントが集団嵐行為があってから禁止と。このキャスの目的は情報の拡散共有、ご賛同ならツイッター連携で拡散共有お願いしますということですね。アフターマッチさんがお茶ですね。砂頭巾さん、今日のメインテーマ、過失訂正版の詩ですね。安倍晋三は政治家の仮面をかぶった憲法破壊と国家権力犯罪と国民生活破壊を繰り返す希代の権力犯罪者であるということですね。から翔さんですね。お茶バク転配信ありがとうございます。から土山純一さんですね。いつもありがとうございます。お茶バク転配信ありがとうございます。からコンティニューコインが2枚ですね。それからこの放送の前ですね。砂頭巾さん、日本航空123便ですね。墜落事故。これ1985年の8月の12日ですよね。ですからそうだ、今日なんですよ。今日2019年85年ということは35年前34年前かですね。今への写真アシュラということですね。から123、便墜落事故から34年でも封印の重大な重大な闇か、植草さんだ、知らざる真実ということで、今日付のブログですかね。そういうことですね。ということで、今日の画像と今日の映像ですね。そして今日の推薦映画も終わりましたね。インド映画、あなたの名前を呼べたならということ。さあですね。はい。これやはりあれですよね。フランスと合作であるっていう点で、純粋なるインド映画の雰囲気じゃないんですよね。なんかフランス映画的なテイストがあるんですね。
で今日の注目情報ですね。これは日刊現代に、載ってた記事ですね。8月の8日、敵を作り煽る手法は戦前と国事と今必要なファシズムの研究ということで、そうなんですね。まさにファシズムなんですね、今ね。アメリカも日本も世界全体がファシズムが勢いを得ているという戦前のファシズムの嵐が吹き荒れている状況が今後ますます強くなるだろうという感じですよね。日刊現代 URL。 でこの記事の中で、ヒットラーがなぜ短期間に熱狂的な支持を得られたかという分析があるんですね。でここで、ヒットラーが登場してですね、首相になって独裁体制を敷いて、そして、大衆、ポピュリズムですね、大衆受けするような政策を次々と打ってきたということで、全国に高速道路、それから国民車のフォルクスワーゲン、それから住宅とか工場とかをどんどん近代化して大規模化するということで、ものすごい莫大な財政出動をしてるんですよね。それでなんでインフラにならないのかということなんですね。でこの記事の説明の中で、アウトバーン建設など公共事業で雇用を拡大しインフレの抑え込みに成功と、国民の熱狂的支持と崇拝を獲得していったと。それじゃあ普通だったらいわゆる第一次世界大戦の賠償金、莫大な賠償金を背負わされて、極貧の極みにあったわけですよね、ドイツは。その中でヒットラーが登場して、敵を作るということで、最大の敵がユダヤ人と、それから共産主義者とか社会主義者、あるいはリベラルな人たちを敵にしたんだね。そしてゲシュタポとかあるいは突撃隊を使って徹底的に弾圧すると。そして一方、アウトバーンとかあるいは国民車フォルクスワーゲン、あるいは住宅とか工場とか等々を巨額な財政出動で、建築ブーム、高度成長を実現したんですけど、なぜ普通だったらインフレになる、ハイパーインフレになりますよね、ベネズエラみたいに。なぜならなかったと。この点が一言でインフレの抑え込みに成功と。インフレの抑え込みになんで成功したかっていうの書いてないんですよね。普通だったらインフレの抑え込みにならないですよね。いわゆる物がない状態のデフレの状況の中で財政出動をするということになると、当然ながらインフレになりますよね。なぜなんなかったのかと、そこなんですよね。そこが最大の疑問なんですけど、そこのところをスルーしてるんですね。それはなぜかというと、ちょうどヒトラーの登場して成功した時とその直前に1929年のニューヨークの株の大暴落、があったんですね。でそれはFRB がその前 4,5 年にですね 4,5 年かけて、いわゆる金融緩和を
して、ドルをどんどん吸って、そして、バブルを意図的に、株バブルを起こさせたんですね。そして1929年28年前年に急に窓口を閉めて、いわゆる金融緩和をやめたんですね。と当然ながらバブルは崩壊するということで、いわゆる一般庶民が株に投資してたものがもう紙くずになるということで、莫大な、中産階級からのが負債を背負って失業し、貧困の底にぶち込まれるという事態が意図的にされたんですね。 FRB、 その背後にはロシアですから。でもそれじゃあ損は一体誰の懐に入ったのかと。中間層、アメリカの中間層が没落したという、その失った富が一体どこに行ったかということなんですけど、それもロシアとか、あるいはロックフェラーとか、あるいはブッシュとかですね、ブッシュのジジイですよね。莫大な儲けをしたんですね、株で。で彼らはFRB が金融緩和をやめて株の暴落をするというのは事前に情報として、知ってますので、その直前に手締まいしてるんですね。株を売っちゃうと当然ながら知らない一般庶民が大損をして、そして、底値になった株、あるいは底値になったいわゆる工場とか土地とか家屋とか住宅不動産等々を彼らは買い漁って莫大な富を横領したわけですよね。でその富が一体どこにいったかというと、これが BIS、バーゼルにある国際決済銀行という BIS 経由で、ドイツに行ったんですよ。ドイツの中央銀行に行って、そこがヒットラーへの莫大な財政出動を支援したんですね。ですからその支援がなければ、いわゆる実体価値のないドル紙幣をどんどん吸って市場に流せばハイパーインフレになるんですけど、実体価値のあるドルで、ドルが大量にアメリカから注入されたということで、インフレを抑え込んだということなんですね。で一番肝心なこのインフレの抑え込みに成功というね、一行書いたんですけど、ここなんですよね、問題は。なんでインフレが抑え込まれたのかと、その背景を誰も説明しないんですよね。まあそういうことですね。ってことはヒットラーの登場、そして政権奪取、そしてヒットラーの国内経済の成功は全部仕掛けられてたという背後はロシアと国際金融マフィアが全部仕掛けたということを抑えないとダメだと思うんですね。ということです。砂月さん、町山、映画評論家ですね。映画エリジウムを批評評価、感想、評判はネタバレなし。友弘さんって言うんだ、町山さん。彼はなかなかいいですよね。鋭いですよね。砂月さん、アメリカ企業のナチ支援、これですね。インド映画の典型はムード踊るマハラジャ、踊りと歌がダイナミック。そうですね、すごいですよね、インド映画っていうのはダイナミックなんですよね、歌と踊りが。
でこの映画は全然そういう歌と途中1箇所ぐらい出てきますけど、非常にこう内省的な、いわゆる内面をずっと静かに追っていくと、感情の起伏とか、あるいは自分が考えていることを言いたいんだけど言えないとかですね、あの辺のいわゆる機微ですよね、人間の感情の機微が非常に細かく、描かれているという、さすが女流監督という感じですね。男性の監督だとああいう表現できないと思いますね。ということで一見の価値がありますということです。ということで、何でしたっけ。そうだ、今日の注目情報のファシズム、まさに今ファシズムなんですよ。日本も天皇制ファシズムが本格的に登場しているということですよね。でアメリカは、トランプの彼はKKK、白人至上主義者であり、それからキリスト教原理主義者なんですね。ということです。そして今日の推薦図書ですね。今日は第4回目ですね。ジム・ロジャースさんのこの日本への警告と講談社、これ出たばっかなんですね。7月18日はかなり売れてるでしょうね、これ。それの今日は第4回目、子も産まず移民も受け入れない日本人というページ22から24か、ここですね。ここ読みますね。ちょっと眼鏡を取らないと読めなくなったので、読みます。子を産まず、移民も受け入れない日本人と、日本の問題を言うまでもなく人口構成に端を発すると、出生率が世界で最も低い国の一つであり、国民年齢の中央値が世界で最も高い国の一つであると、人口動態、これ昨日読んだのかな。これ読んでないですよね。で人口動態からすれば21世紀の終わりを待たずして日本の人口が半分になるのは明らかだと。後ほど詳しく触れるが、日本は長年にわたって巨額の財政赤字を抱えていると。その一方では、これ読んだ感じですね、昨日ね。ということは失礼しました。今日読むところは過去の失敗を強化し続ける日本政府と、ここだ。失礼しました。ここ結構長いんですね。ここ読みますね。多額の借金を抱えながら速く走るのは相当難しいと。日本人は勤勉で有能だから借金がなければ非常に速く走ることができるだろう。しかし今は借金に追いかけられ足を引っ張られていると。日本政府も常に借金返済の心配をし、利息を払い続けなくてはならない状況で経済を成長させることは不可能だと。1959年以来ほぼずっと与党であり続けてきた自由民主党の政治家は、無駄な公共事業を続けて財政赤字を膨らませてきたと。こうした公共工事は地元有権者と地方の政治家のご機嫌を取る以外何ら経済的意味のないものであるにもかかわらず、この悪しき伝統が日本の状態を悪化させてきたことは間違いないと。日本を旅したとき、広大な水田が広がる地域を通ると、高速道路が地方の村々へと伸びていることに気がついたと。ほとんど誰も使っていない道路だと。一体これまでにどれほど日本の税金が地元に金を落とすためだけに無駄に使われてきたのだろうかと。随一で見るように、日本が抱える長期債務残高は2018年度末の計算によると、国だけでも947兆円に上ると。10年前の2008年度末時点では607兆円で、
これでもすでに日本の GDP よりも巨額の水準になっていたと。その後も年々恐ろしいペースで借金を増やしていると。この10年間で近隣のアジア諸国がどれだけの力をつけたかを考えると、日本との格差にはめまいを感じる思いだと。プライマリーバランス、基礎的財政収支を均衡させることのできない日本は、借金を返すために公費を発行する悪循環から抜け出さないでいると。日本はまさに内側から蝕まれていると。コローディングのだと。このままいけば今10歳の日本人が40歳になる頃には日本の借金は目も当てられない状態になっていると。今でこそ日本政府は日本人に好きなだけ国債を売ることができるし、買ってくれる外国人もいることだろう。しかしやがて日本の財政破綻がより人々の目に明らかになり、国債が買われなくなれば日本政府は金利を引き上げざるを得なくなる。その時日本は高金利によってさらに膨らんだ借金と向き合わなければならないと。日本政府は年金を継続するつもりだと言っているが、いずれどっかの段階で受給額を大幅に減らさざるを得ない事態になるだろうと。私なら日本の年金にお金を払うくらいなら中国やロシアあるいは韓国に投資をすると。日本人の子供は日本を去るべきだと。戦後日本は素晴らしいスタートを切り、世界を驚かせるほどの復興を果たした。しかし途中でつまずき、そのまま起き上がることができないでいると。問題は日本政府が政権を維持する目的のために破産しそうな企業を助け、国民の失敗の尻拭いをし続けている点にあるだろうと。国民の失敗じゃないですね、これね。自民党政府の失敗ですよね。日本は失われた20年と呼ばれる間に失敗を克服するどころか強化してきた。これが日本の終わりの始まりだと。資本主義の優れた点であると。現場の成長の芽を育てる方向と逆を走りこともあろうに、古い人たちを守ろうとした結果、今の惨状があると私は見ていると。日本において新しい人や企業が新たな芽を出し成長するのは大変だと。なぜなら政府が支える古い人間たちと競争しなければならないんだから。とりわけ外国人が日本で企業を成功させることは相当に大変な状況だし、アメリカや中国のように優れたベンチャーが育つこともなかったと。破産を逃れた古い人間たちは既得権益を守るために自民党を支持し続ける。そして自民党新しい活力ある若者や外国人よりも古い人間を守ろうとする。この状況が続けばいずれ日本全体が衰退し、誰もが貧しくなっていくことだろうと。ここですね、第4回目で。彼は結局自民党を倒すしかないんだということは決して言わないですよね。国民が間違った方向に進んでいるということですね。ということです。そして明日が次で第5回目。黒田日銀総裁の金融政策は生活を破壊すると。ここですね。ということです。砂月金さん、日本の借金、米への上納金と。ジム・ロジャースにはアメリカの圧力は見えていないと。当然知ってるんですけど、彼は言わないですね。ロシアと国際金融マフィアに関しても言わないですよね。それ言ったら終わりだというふうに彼よく分かってるんですね。K さん、コンティニューコインですね。砂月金さん、推薦図書、ジム・ロジャース、日本への警告ということですね。はい。それで今日のメインテーマですね。過失訂正版の詩ですね。安倍晋三は政治家の仮面をかぶった憲法破壊と国家権力犯罪と国民生活破壊を繰り返す希代の権力犯罪者であると。詩なんですよ、これ。今日の日付ですね。2019年8月12日、山崎康彦と。もしも日本にまともなジャーナリストがいたならば、安倍晋三による憲法破壊と国家権力犯罪と国民生活破壊を徹底追及して国民にその真実と事実を知らせただろうと。そうすれば国民は安倍晋三の正体が政治家の仮面をかぶった希代の権力犯罪者であることを早く知っただろうと。
もしも日本にまともな政治学者や歴史学者や憲法学者がいたならば、安倍晋三による憲法破壊と国家権力犯罪と国民生活破壊の歴史的政治的背景を分析して国民にその真実事実を知らせただろうと。そうすれば国民は安倍晋三の正体が政治家の仮面をかぶった希代の権力犯罪者であることを早く知っただろうと。もしも日本にまともな野党政治家がいたならば、安倍晋三による憲法破壊と国家権力犯罪と国民生活破壊に身を賭して抵抗しただろう。そうすれば日本国民は安倍晋三による憲法破壊と国家権力犯罪と国民生活破壊を阻止してまともな国にしていただろうと。もしも日本にまともな検察官と警察官がいたならば、安倍晋三による憲法破壊と国家権力犯罪と国民生活破壊を許さずに権力犯罪者として逮捕・起訴して裁判にかけただろうと。そうすれば国民は安倍晋三による憲法破壊と国家権力犯罪と国民生活破壊を阻止してまともな社会にしていただろうと。もしも日本にまともな裁判所と裁判官がいたならば、憲法破壊と国家権力犯罪と国民生活破壊の権力犯罪者安倍晋三とその一味に重罰を課して一生刑務所に閉じ込めていただろうと。そうすれば国民は安倍晋三による憲法破壊と国家権力犯罪と国民生活破壊を阻止してまともな政治を取り戻していただろうと。もしも日本に懸命で覚醒した国民がいたならば、安倍晋三の正体が政治家の仮面をかぶった希代の権力犯罪者であることをもっと早く知っただろうと。そうすれば国民は安倍晋三による憲法破壊と国家権力犯罪と国民生活破壊を阻止してまともな生活を取り戻していただろうと。こういうのが訂正版の詩なんですね。だから逆説的に言えば、日本にはまともなジャーナリストがいなかったと。日本にはまともな政治学者も憲法学者も歴史学者もいなかったと。日本にはまともな野党政治家がいなかったと。日本にはまともな検察官、警察官がいなかったと。日本にはまともな裁判所と裁判官がいなかったと。結論的に日本には覚醒した賢明な国民がいなかったと。それが今の惨状を招いてんですよということなんですね。絶望的な詩なんですけど、でもかすかな希望があるという、さっきのインド映画みたいな最後かすかな希望が残っているということなんですけどね。怠け者さん、まともなトンテン、金に転ばないで、人道的な判断をすることなのかなという、そういうことですよね。まともな何なんだと。だからこれほどはっきりした権力犯罪、憲法破壊、国民生活破壊をしている安倍晋三に対してまともな判断をする人、これがまともな人でしょうね。だから彼を政治家とか国会議員とか、あるいはまともな人間とか、あるいは総理大臣とかを呼ぶ価値がないんですよね。安倍晋三を呼ぶんだったら権力犯罪者ですよ。それしか呼べないですよ。それ以外呼ぶ価値がないと。こういうことにね、なぜ安倍晋三を政治家、国会議員、総理大臣、自民党総裁、そういう肩書きでしか呼ばないのと。彼こそが希代の権力犯罪者ではないかと、こういうことなんですね。安倍も小泉親子も平成の脱税王竹中平蔵級のマリオネット、事実上の竹中政権と砂月さん、ジム・ロジャースにアメリカの圧力は見えてないと。見えてるけど言わないということですね。だから彼は非常にそういう意味では頭がいいんですよね。
自分のいわゆる国際投資家としての限度っていうのはちゃんとわきまえてるんですよね。これ以上言ったらやばいということは当然、彼の中で決めてるんでしょうね。ということで、今日のメインテーマポイントをアップしますね。もしも日本にまともなジャーナリストがいたら、安倍晋三の正体を国民は早く知っていただろうと。全然いないってわけじゃないですよ。でも圧倒的多数のジャーナリスト、日本のジャーナリストはまともじゃないと、忖度していると、真実を隠すということでしょうね。そうすれば国民は安倍晋三の正体が政治家の仮面をかぶった希代の権力犯罪者であることを早く知っただろうと。もしも日本にまともな政治学者、憲法学者、歴史学者がいたならば、安倍晋三による憲法破壊、権力犯罪、国家権力が国民生活の歴史的、政治的背景を分析して国民にその真実、事実を知らせただろうと。そうですね。そうすれば国民は安倍晋三の正体が、政治家の仮面をかぶった希代の権力犯罪者であることを早く知っただろうということですね。それからもし日本にまともな野党政治家がいたならば、安倍晋三による憲法破壊と国家権力犯罪と国民生活破壊を見落として、抵抗しただろうと。見落として抵抗する野党政治家って日本にいないんですよね。石井紘基さんぐらいだったんじゃないですかね。そうすれば国民は安倍晋三による憲法破壊と国家権力犯罪と国民生活破壊を阻止してまともな国にしていただろうということですね。からもしも日本にまともな検察官と警察官がいたならば、安倍晋三による憲法破壊と国家権力犯罪と国民生活破壊を許さず、権力犯罪者として彼を逮捕・起訴して裁判にかけただろうと。韓国みたいにですね。そうですね。いることはいるんですけど、ごく少数しかいないと。だからようやく山本太郎が登場したっていうことはすごい大きい意味があるんですよね。野党政治家の中で。今までは偽装野党に毎回裏切られてきたということなんでね。そうすれば国民は安倍晋三による憲法破壊、国家権力犯罪、国民生活破壊を阻止してまともな社会にしていただろうと。令和の MMT の財源が何で新規国債発行なのかわからないという、この辺があれですよね。まだあれですね、MMT 理論に乗っかっちゃってるんですね。だからやるべきことは国債の発行を禁止するという、そして、中央銀行日銀の通貨発行権を剥奪して100% 国有化、日銀を国有化して、全ての権限を衆議院の中の
常設委員会に移すということなのね。それで唯一の信用創造特権として中央銀行が発行する通貨、これは国民のために使うと、実体経済のために使うと、国民の福祉のために使うと、決して、金融経済のためには使わないということが必要なんですね。砂月さん、同感ですということですね。そうですね。だから令和の、いわゆる MMT 理論に結局は新規国債をどんどん発行して、それを国民生活のため、福祉のために使うということだと、借金がどんどん膨らむということなんですね。だからまず新規国債を国債発行権を剥奪するということですよ、財務省から。で1100兆円の、国の借金、これは一時凍結すると。だから利払いも凍結すると。それから償還も凍結するということが必要なんですね。もしも日本にまともな裁判官の裁判所がいたならば、多くじゃないね、いたならばと、これちょっと訂正が必要ですね。安倍晋三による憲法破壊と国家権力犯罪と国民生活破壊の権力犯罪、安倍晋三とその一味に重罰を課して一生刑務所に閉じ込めていただろうと。そうですね。ウォークなんで、これは全然いないんですよね、日本に。ゼロですね。そうすれば国民は安倍晋三による憲法破壊、国家権力犯罪、国民生活破壊を阻止してまともな政治を取り戻していただろうとですね。民主党時代の失敗は 1% への処遇をそのままにして 99% の財源をしてます。そうですね。だから既存の体制をそのままにして、福祉とか実体経済の方に財源を持ってこようとするってこと自体が間違ってるんだよね。既存の体制を根本的に変えるんだという革命が必要なんですよね。だからそれの最大のものが日銀の持っている、紙幣の発行権、これを 100% 国有化、国民化して、勝手に紙幣を作らせないんです。すべてを実体経済、すべてを国民生活のためにだけ使うと。から2番目に政府の持っている、国債発行権を禁止すると。そして現在の1100兆円の国の借金は凍結するということですね。で3つ目の信用創造特権として民間銀行が持っているいわゆる 1% の預金者の預金を中央銀行に預託すると即座に100倍の信用創造が得られて、それに高い金利をつけて個人とか企業とか地方自治体とは政府を借金漬けにすると。この無からお金を作り出す壮大な詐欺システム、預金、何でしたっけ、預金、準備預金制度か、準備預金制度自体を禁止するということですね。廃止するということですね。
だから結局民間銀行はの融資は信用創造特権がなくなればですね、預金者が預託した預金現金ですね、それを原資にして、融資すると、こういうことなんですね。だから今とは全く違うあれで、おそらく民間銀行っていうのは潰れるでしょうね。だから必要ないんですよ、民間銀行はもう。中央銀行、日銀が全ての金融サービスを無利子で、低利子でやると。低手数料でやると。それで十分じゃないですか。で、4つ目が金利。金持ちと金融機関が永遠に儲かる。金が金を生む。金利。これを廃止するということですよね。そして、5つ目が石井幸喜さんの言ってる隠れた財布である、特別会計、これを廃止するということですよね。そして一般会計に、合算して、そして200兆円規模の、歳出を無駄な公共事業の歳出等々、おそらく100兆円半分ぐらいは削れるんですよね。で残り100兆円を一般会計に繰り入れると、すべて透明化するということでしょうね。ツイッターアカウントでお願いしますということですか。はい。チャウシェスクを思い出されますと、ルーマニアですよね。独裁者が夫婦ともども射殺されたということでしょうね。ブーニャンさん、ただし何々現在許してますと。こんばんは。これか。我が国の財政法は、国の歳出は公債または借入金以外の歳入をもってその財源としなければならないと第4条とし、国債の発行を原則として禁止してますと。そうなんですね。でも実際は毎年200兆円もの国債をずっと出し続けてるんですね。そのうちの100兆の国債っていうのが借金の返済のため。借金の返済のために借金すると。こういうことなのね。そして、残りの100兆円の半分、50兆円ぐらいが赤字国債なんですね。財政赤字を補填するためと。そして2、30兆円が建設国債、ゼネコン向け。そして2、30兆円が財投融資という金融機関向け。そして10兆円ぐらいが政府のいわゆる行政サービスのための資金ということなんですね。ということで、どこまで行ったんですっけ。もしも日本にそっか懸命で覚醒した国民が多くいたならばと、そういうことなんですね。借金債、怠け者さん。そのことも国民は知らないんですよね。200兆円も国債が発行され、そのうちの100兆円が銀行に対するいわゆるメガバンクに対して、利息9兆円払っていると。そして、毎年償還される国債、100兆円、を払うために
100兆円の国債を発行しているということすらも隠されてて知らないんですよ。だからまともなマスコミ、まともな野党、まともな学者、経済学者、経済学者っていうのは入ってなかったね。まともな政治学者、歴史学者、憲法学者、経済学者いらないといけないですね。だから彼らが本来の役割を果たしていれば国民はこれほど騙されやすくないと、無知でないと、こういうことじゃないですか。マルコス夫妻と安倍夫妻も似ていますと。史上最悪の悪女イメルダが多くの罪と隠された資産ということだ。真実と隠された。でもまだ可愛いもんですよ、フィリピンのマルコス夫妻の彼らの権力犯罪っていうのは、安倍の行ってる権力犯罪っていうのはもう桁違いですからね。アベノミクスで700兆円ですからね。で海外のばらまきが120兆円ですからね。桁が違ってるから、あまりにも桁が違うということなんで、いわゆる異次元の世界になっちゃってるんですね。怠け者さん、動物の現物のマネーは帳簿上存在する額の7分の1ぐらいしかないだって聞きました。早い者勝ちで、引き出しパニックになるわけですねと。そういうことですよね。だから信用創造、現物だから信用創造特権があると100倍の信用創造が使えるということなんですけど、実際に100倍も使ってないようですね。おそらく7倍とか8倍とかそんなもんじゃないですか。それでもすごいもんですよね。銀行業の免許をもらってる全部で500ぐらいの金融機関があるんですかね。それがこの信用創造特権を持ってるということですね。で我々庶民がもしも彼らと同じように信用創造特権持ってたらそれはすごいもんですよということです。今日のメインテーマですね。時間がもう1時間過ぎてるんですね。78分76分か。それで視聴されている方が同時期で61名様、全部で173名様、コメントが62件ということですね。仮想通貨の普及でますます底なしと。そうですよね。だから仮想通貨っていうのはまさにフェイスブックの今やってるような検閲と同じように、さっき言いましたように仮想通貨を発行している民間企業、あるいはバンク、あるいは政府でもいいんですけど、そこが一括管理できるわけですよね、コンピューターを使って。それである日突然あなたは仮想通貨使う権利がありませんと一方的に通告されて全てを失うということなんですね。だから実物の金とか銀とか実物価値、あるいは実体経済 GDP、 価値を生む実体経済とどんどん離れたところの仮想通貨っていうのはもう究極の支配権力が有利な絶対的な権力を行使できる形態ですよね。怠け者さん、海外のばらまきってマネーロンダリングの指標だったりしないんですかねと。いや、これは120兆円どっから来るかというと、これはあれですよ、特別会計ですよ。
200兆円の財政、支出規模200兆円、ここから国会の審議も一切なく、安倍が一人で、海外で行くたびに、5000億円援助するとか、あるいは借金を棒引きにしてあげるとか等々でいい思いをするというために、この7年間彼が約束したばらまきっていうのは120兆なんですね。誰も言わないですけど、唯一下関の長州新聞がスクープ記事を書いたんですね。誰も言わないですよね。野党の政治家、誰も言わないと、マスコミ言わないと、学者も言わないということなんですね。ということで、今日のトピックスですね。これ進次郎宅栗っていうんですか、滝川クリステルで、コミセン再び、コミセンというのはマスコミ選挙と、マスコミが世論誘導して自民党を勝たせるためのコミセン再び、という田中隆作さんですね。から次にトピックスの次、日本の先般企業2000年までは被害者と3回和解したということで、ハンギョレ新聞。そうなんですね。2000年までは企業犯罪とは認めないけど和解金として、払ってたんですね。新日本製鉄1997年、法廷では関係ないと主張しながらも法廷外で交渉、慰労金、慰霊祭をしたと。から1999年、日本交換訴訟8年、法的責任は拒否したが真摯な気持ちを表すとして、法廷和解したと。から2000年、富士通、日本の裁判所で、違法な強制を認めたと。被害者たちに3000万円を払うと。2000年までは日本企業も表向きはそのような戦争犯罪はないというふうに否定してるんですけど、裏ではですね、和解金とか慰霊金とか、あるいは認めて3000万払っているということなんですね。で、2000年以降完全に政府と一体となっているということで、それは2000年とは何かというと、これはもう小泉純一郎政権以降ですよ。で、小泉純一郎政権の副官房長官として登用されたのが安倍晋三ですからね。非常に分かりやすいですね、これね。これか。これハンギョレ新聞じゃないと出てこないような情報ですね。で、次にパキスタン首相、傍観する国際社会、ヒットラーに譲歩した世界とカシミール問題ということで、インドが一方的にカシミールの自治権を剥奪してインド政府直轄地にしちゃったということに対して、これはヒットラーのと同じヒットラーの独裁的な国家権力の統治に対して国際世論が黙って何もしなかったのと同じじゃないかというふうにして、パキスタンの首相は批判したということですね。これは当たってるんでしょうね。
パキスタンのイムラン・カーン首相は11日、イスラム教徒が多数占めるカシミール地方に広がるインドのヒンズー国家主義に対してついて、国際社会は傍観するのかと問いただしたと。この様子をナチドイツのアドルフ・ヒトラーへの譲歩になぞらえたと。インド政府は先週、ジャム・カシミール州から同国支配下で長年にわたり付与されていた自治権を剥奪し、政府の直轄にすることを決定と。インパ両国が領有権を争うカシミール地方をめぐり緊張が高まっていると。こうした中、カーン首相はツイッターに憤りをあらわにし、ヒンズー至上主義のイデオロギーはナチスのアーリア人至上主義のようにカシミールで、止まらないと指摘。この動きをヒトラーの生存権のヒンズー至上主義と呼び、その行き着く先はインドにおけるイスラム教徒の弾圧であり、最終的にはパキスタンを標的とするだろうと述べた。カーン氏はこの試みはカシミールの人口動態を民族浄化で変えることだと非難。問題はミュンヘンでのヒトラーの時のように世界は傍観し譲歩するのかだと問いただしたということですね。から次、5人逮捕、松山地裁は謝罪せずと、個別判断対応できないという、全く日本の裁判所っていうのはこれ松山市の20代の女性が5人逮捕で、愛媛県警松山東署に5人逮捕された問題で逮捕状を発布した裁判官の所属する松山地裁が関西ですね、女性に対して謝罪や説明をしていないことが判明したと。で問い合わせしたら個別判断対応できないという、ほんとふざけてるね。だここでもあれですよ、日本全国そうですけど、警察が逮捕状を請求する先っていうのは地裁じゃなくて関西なんですよね。東京もそうですけど、なぜかというと関西にはですね、いわゆる裁判官の資格、司法試験を通って裁判官になる、普通の裁判官とは別に、裁判所の書記かなんかを20年30年して定年退職した人物をですね、関西の裁判官に登用する変な制度なんですね。そうすると、そういう事務上がりの職官上がりの関西の裁判官というのは長年、出入りの業者とか出入りの警察と懇意ですから、その懇意の人間がある日関西の裁判官になって、逮捕状の請求、警察が逮捕状の請求を出すと、それに対して逮捕状を交付するということができる立場になるわけですよね。そうすると地裁の正規のルートで、逮捕状の請求をするよりももう勝手知った人物が長年、懇意にしている人物がもう自動交付機みたいな形で何のチェックもしないでどんどん逮捕状を発布するというふうになるんで、ほとんど全てが地裁じゃなくて関西に、逮捕状請求を回すというのが今の日本のとんでもない状況なんですね。でしかも5人逮捕で逮捕状を請求した警察と、それからそのことに対して責任を逮捕状を出したんですから、関西の裁判官というのは